皆さんこんにちは。2日目後半の動画になります。まずは猫村に到着。早速広場みたいなところに猫がいるのが見えました。着いてからしばらく私のカメラがずっと上を向いていることに全く気づかずに撮影していたので、猫たちが全然映っていませんでした。申し訳ないです。ここの猫たちは耳もカットされてるし、首輪をつけてる子もいるので、触っても大丈夫みたいです。ここは餌を買って餌付けをすることが許されています。チュールも売っておりました。この目の前の建物が駅になります。猫村に黒猫ヤマトが。餌はここのお店に売っていました。実は私今回猫村についてほぼ調べずに来ていました。時間が40分って言われてたので、そんなに広くないんだろうなと思っていたのですが、後から地図を見てびっくり。今回私たちがいたところはほぼ入り口でした。通りであんまり猫もいないし広くないなぁと思ったわけです。最初から知っていたら他の場所に行ったのに完全に失敗しました。多分私たち以外も同じ状態だったのか、みんな時間を持て余してしまっていて、早めにバンに集合して次の場所に向かいました。猫村の猫たち、ごめんよ。猫村の後に到着したのが10分幕府。ここに来てまた雨が降ってきてしまって、さすがに傘をささないと無理そうだったので、傘をさして進みました。雨季はもう終わってると思って10月末にしたので、ちょっとね雨ばっかりで本当に残念でした。しかし雨でもここはツアー客がとっても多いです。ここの吊り橋の名前がわからなかったんですけど、10分幕府に行くときはだいたいこの橋を渡るかなと思います。ここはすぐ隣が線路になっているので、タイミングが合えば電車が来る瞬間も見ることができます。で、この吊り橋結構揺れるんですよね。高所恐怖症の私は割とこの揺れが怖くて、ひたすら前を見て進んでました。私と父はステッカーを集めるのが好きなので、ここでステッカーを発見したので、つい寄り道してしまいました。1枚50入隊バンドルなので、日本円で250円ぐらいですね。この時は買っていませんが、帰りにここでステッカーを購入しています。テクテクと歩き続けてついに10分幕府の目の前に到着。すごい迫力です。
こちら縦の動画もあるので、そちらはショートで載せるようにします。この後記念写真も撮ったんですけど、どうしても他の人が写り込んでしまいますね。ここからさらに上からも見ることができる場所があるらしいんですけど、雨で足元も悪いのでここまでにしておきました。来た道を戻って車へ戻ります。最後に到着した場所は10分。結構雨が降ってるのでランタンあげれるのかなって言ってたんですけど、空にランタンが上がっていました。ここでは雨がすごかったのでスマホでしか撮影をしていないため見づらいかもしれませんがご了承ください。ショートでもあげる予定です。ランタンあげで有名なのは線路の上になるかと思うんですけど、私たちのツアーはこちらの駐車場からすぐのカフェ兼民宿のこちらのお店でのランタンあげでした。目の前がなんか文字を書くところとかは屋根がありましたし、ランタンをあげるところは素敵なオブジェもありました。まずはランタンに文字を書いていきます。私たちが選んだのは4色で250ニュー台湾ドル、約1250円になります。そこに墨と筆を使って文字を書いていきます。健康が赤、お金が黄色、仕事が青、白が魔除けと家内安全だそうです。そして我が家の願い事たちがこちら。このお店が確か赤が家内安全で、黄色がお金、青が仕事、白が健康でした。ここで注意しておきたいことが一つあります。墨で書くときに墨をつけすぎないことが大事です。特に雨の時はこの後外でランタンを飛ばすんですけど、持ち上げた時に上から墨が垂れてきます。私は顔と服に、父は服と持っていた折りたたみ傘にしっかり墨が垂れてきてしまいました。私も父も捨てるつもりの服で着ていたので全く問題なかったんですけど、お気に入りの一丁羅で着てたのにって人は落ちなくて大変かもしれないのでお気をつけください。いざランタンを飛ばします。スタッフのお姉さんがスマホで動画を撮影してくれてました。私は使いこなせてなくてこの時初めて知ったのですが、 iPhone16 って動画を撮影しながら写真も撮れるんですね。写真も連写しまくってくれてました。ここのカフェ民宿は動物がたくさんいて、プレーリードッグみたいな子の他にも外にはリスがいたりゾウガメがいたり、なんか面白かったです。この後は線路で写真を撮ったりしましたが、雨でも人がとっても多かったので、もう特に何もすることないかということでカフェに戻りました。この煙が出ていたところはなんか賑やかだなと思っていたんですが、後から調べたらどうやら台湾のお葬式でした。音楽が鳴りながら女性がお金を使ったパフォーマンスをしていたので、なんだろうって思って近くで撮影してしまったのですが、お葬式と知って動画は削除させていただきました。台湾のお葬式は日本と違って静かに涙で送るよりは賑やかに盛大に送る方がいいという風習だそうです。私はこの文化すごい素敵だなと思いました。どうしても日本のお葬式って暗いイメージが強いですからね。そして10分の後は約1時間かけてホテルまで送ってもらいました。本当に充実したツアーで楽しかったです。車酔いだけは注意です。ホテルで一旦荷物を整理してからすぐにウーバーでシーリン夜市へ向かいました。210ニュー台湾ドルだったので約1050円でした。シーリン夜市のメインシンボルのところで写真を撮った後は、新しくなったという地下のフードコートに行って腹ごしらえです。昔のシーリン夜市の地下も好きでしたが、今回新しくなって完全にフードコートのようになっていました。とにかくかきオムレツが食べたかったのと、小籠包、台湾生ビールをまずは購入しました。お店の名前とか全然撮ってなくてすいません。お店の目の前で食べていたので、この動画の最初に映っている角のお店ですね。
でこの写真の左側にある唐辛子を刻んだソースが母はめちゃくちゃ気に入ったらしく、これすごい美味しいと感激していました。私には辛すぎましたが、右側のソースで私はちょうど良かったです。この右側のソースは割とよく見かけますが、左側のソースは手作りですかね。母がとても気に入っていたのですが、二度と他の店では出会えなかったです。そしてこの後別の店舗でエビの小籠包とかきオムレツを再度注文が、かきオムレツにしたはずがエビオムレツになっていてびっくり。そして食べることに夢中になりすぎてその写真がないです。すいません。ここまでのトータルの金額が580ニュータイワンドル。そのうちビールが100ニュータイワンドルで2本飲んでいるので、食事だけだと380ニュータイワンドルですね。約1900円分です。まだまだ食べたいところですが、ここに来て私と母で両替をしていた2万円分の現金がもうすぐなくなりそう。ということで ATM に現金を下ろしに行って、ついでに上の夜市を見て回ることにします。こちらのフードコートは席もたくさんあるし、返却口もあってとても使いやすいです。金曜日夜だったので、もしかして席ないかもとちょっと心配していたんですけど、割と席は空いていたので全然問題なかったです。トイレもとっても綺麗でした。そして両替をした後は地上の夜市を見て回ります。途中で金柑とレモンのジュースを購入しました。80ニュータイワンドルだったので約400円です。地上の方がどうしても人混みがすごいので、食べ歩きをしようにもどうしようかなとなってしまいます。母が七味がかかりまくった鶏肉を食べたいというので、そちらも購入しています。写真がないんですけど、100ニュータイワンドルだったので約500円ぐらいです。またもやボリュームあるものをチョイスしてお腹いっぱいになってしまっていました。結局フードコートのが座れるし、ゆっくり食べたいものが食べれるよねということに落ち着いて、フードコートに戻ることにしました。さすがに朝からずっと動画を撮っていたので、オスモの充電もなくなっており、この後のフードコートの動画は撮っていません。スマホもホテルに帰るときに Uber を使うため、電池節約のために写真を数枚しか撮っていませんでした。なので素材が全然なくてすいません。フードコートではビール50ニュータイワンドル、写真がありませんが焼きそば120ニュータイワンドル、空心菜炒め80ニュータイワンドル、ごまの混ぜ麺が55ニュータイワンドル、牡蠣の麺が70ニュータイワンドル、トータル375ニュータイワンドルでした。日本円で約1875円。私はこの時牡蠣の麺を食べたのですが、まさかセロリが入っていると思わず、パクチーとセロリのダブルパンチにだいぶ後悔しながら食べていました。牡蠣の臭みを取るためだと思うんですけど、香草が苦手な方は記載がなくても要注意です。そんな感じでこの後はホテルまで Uber で帰りました。次回は3日目、帰国日の動画になります。最後までご視聴ありがとうございました。皆様のコメント、高評価、チャンネル登録とっても励みになっております。また次回の動画でお会いしましょう。